姿の池というところでございます。雨と水害の伝説の場所ですよ。よりによってこんな日に来ます？黒い風がシューって湖の上を。聞こえました？声聞きました？聞きました。まだ舗装もされてて、はい、人の気配もあって、はい、よかったじゃないですか。はい、この先行きましょう。行きますか。匂いが本当変わりましたね。挟まれちゃいけないものに挟まれてる気分ですね。湖といい、この気になる森といい。何かあった時逃げるの大変ですからね。本当ですね。本当一人分の道しか用意されてない。この辺りでちょっともう一回バケタンやってみてもいいですか？はい、やってみます。やりましょう。多分中腹ぐらいですよね。中腹？池の中腹？いや、終わってる？もう5分の4ぐらいは来てあ、ます。もうほとんどですね。とてもやっちゃってますね、これ。でも気になる。気になる。あ、黄色だ。緑よりも黄色だからちょっと危険ですかね。うわ、蝶々。蝶々もいますね。自然いっぱいだ。うわー、なんかまたあるな。なんだこれ。よいしょ。ここが施設ですね。姿の道の練習教育室。なんかここら辺に良くない匂いする気がします。実はもうちょっと行ったところで、一回立ち止まってもらいたいことがありまして、ちょっと行きましょう。あ、はい、行きますか。あ、ちょっと広くなりましたね。そうですね。これちょっと回ってきました。これこっち行ってもいいですか？はい。ちょっと狭いんですよ。すごい岩場が。もうすぐそこ。うわ、本当だ。はい。めちゃくちゃ近いですね。今までに。声するみたいな話されてたじゃないですか。まさにもうここら辺に。さっき声したのはこの辺ですか？最初降りた時に、多分そこら辺から来ましたよね。そうですね。はい、ここら辺で、あーみたいな声が。さっきからそこ通ってた時も、なんか人が溺れてるわけじゃないけど、なんか何回かあーみたいなこと言ってるんですよ。僕結構前になるんですけど、はい、なんか音楽関係の知人に呼んでいただいていた、なんかパーティーってほどじゃないですけどフランクな集まりがあったんですよ。お食事をみんなで食べてみたいなところで、行くと初対面の方々多いんですけど、ありがたいもんで僕の紹介をするときになんか怖い話やってる人なんですよみたいな感じで紹介してくださったんですよ。そしたらなんか割と面白がってくださる方も多くて、その中のお一人で男性なんですけど、埼玉県の方がおられたんですよ。ちょっとこういう話聞いてもらえませんかって言われたのが、その方が、ここに来たらしいんです。はい、でここってこっち方面だと割と認知度があるというか、肝試しに行こうぜってなる何か所かの中の一つとしてすごく有名なんですよね。なので地元の仲間たちと男女5人で、ここに来たらしいんです。で男の子女の子でね、みんな地元の仲間なんで、それで楽しんで、ここ一周できるんで、ちょうどいいなんか肝試しコースにはなるんですよね。で来て、実際これ山々に囲まれちゃってるから、本当タイミングによってはこんなもう真っ暗というか、街感がないというか、そうですね、雰囲気いいじゃないですか。だからやっぱりここに来て一周するっていうだけで割ともうイベントとしては楽しかったなになるわけですよ。で実際に途中で足を止めて、楽しかったなと、なんかスリルもあったし怖かったけど別になんか起きるとかじゃなかったねっていう話で盛り上がってる時に、なんとなくこういう金網とかもあるんで、そこにちょっと背を
当てた状態というかこのガシャーンって感じで、寄っかかったりとかしながら5人で喋ってたんですよね。今夜この後他のとこも行こうかみたいな話とかして、でそんな話をしてる最中に自分がこの金網を背にした状態で後ろでなんか話し声がしたらしいんですよ。であれなんか聞こえるなと思ったんですけど、パッて見て、でももちろんね後ろ行けたから誰もいるわけないじゃないですか。でもなんかみたいな言ってる気がしたからパッて見たんです。でも誰もいないです。でちょうど池がポチャンってなんか音がしたぐらいなんですよ。でパッてみんな見たらみんなそのままなんとかだよなんとかだよって喋ってるから、あ気のせいかと。でそのままみんなと喋ろうと思ってたらまたなんとかねって聞こえたんでとパッて見たんですよ。もちろん誰もいないです。でなんかポチャンって音はするんですよ。でなんだろうなみたいなことを思ってパッて向き直ったら正面にいた女の子がっていう感じでこの立ってる自分のこの辺を見てるんですよ。だからなんだろうなと思ってたらまたってよくその時聞き取れたんですよ。ごめんなさいと。でそのままパッて振り返ったタイミングでポチャンってまた音がしたから、あれまた音もしたぞって思って、なんかごめんなさいに聞こえた気がする。いや気のせいか、だって池だしって思って向き直ったタイミングで目の前でこうやってた女の子がもう向き直ったらすぐにこうやってこっちに近づいてきたんですよ。で何と思ってたらこのままバーって来て目の前でこう首をやってるから怖いじゃないですか。何ってなってると、その子がもう目の前でごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言い出して、言いながらごめんなさいって言ってこれ飛び越えてそのままサバーンって入っちゃったんですよ。でみんなびっくりしちゃって、なんかそういう時ってやっぱりお互いにびっくりしちゃうし譲り合いもあって、なんか誰が飛び込むとかをしなかったんですって。したらそこで溺れるとか手をバタつかせるとかじゃなくて、もうビシッと固まった状態で顔だけこの池から出した状態でごめんなさいごめんなさいって言いながらどんどん沈んでてポチャンって言ったんです。でその時にうわやばいこれっつって、で一人が飛び込んだんです。でよかったこいつ飛び込んだと思ってそれ見てたら中に入って、いやもちろん体を抱えてすくい上げるんですよ。その時に顔がザバーンって、飛び込んだその女の子の顔が出たんですけど、それと同時に何人もの顔がザバーンって出てきたらしくて、その時にもうむちゃくちゃ怖くてうわーってここに尻餅ついちゃった。でうわどうしよう言ってたらそのまま引き上げて救急車呼ぶみたいなことになって、大ごとになったんです。それがここなんです。そこで声聞こえたとか言うから、いや僕聞こえてないし、なんかさっき言ってないんですか？言ってないあんたの話途中そこになんか言ってましたよね。みたいなこと言ってましたよ。だってそこ池だから言うわけないじゃないですか。あそこの草木に隠れてることないです。そこ入れない。そっか入れないかぐらいなんかちょっと小声でなんかさ気がして私みたいなとこなんですよ。でそこで声聞こえたとか言い出すから、すごいと思って。やばい来てますねこれ。来てますミスターマリクレイな発想です。違う種類になってきましたね。失礼しました。なんかちょっと最近開花し始めてきて、なんか声が聞こえたりとか、写真がたまに撮れたりするんですよ。本当幻聴かなとかも思うんですよ。幻だろうなって思ってたんですけど、本当に聞こえたまま伝えたら今の話を聞くことができたので。事前に別に知らなかった知らないです今の話全然聞いてないです私。僕だってこの話 YouTube にすら上げてないですもん。マジであんまり怖い。すごいところですごい体験してつながりというかだし、そうですね。もう本当まさにこの岩がわかんないですけどこれ本当にもう本気で嘘なしで答えてほしいんですけど、聞こえなかったですよね。いや聞こえなかった。降りたすぐですよ。降りてちょっと歩き出すぐらいの時に女の人の声であーって言うから誰かもう来てんだと思って。いや誰もいなかったです。いないね。こんな時間ですしね、そう雨ですしね。物好きでしょうねかなり来てたら。はい、ゾッとしました。戻りましょう一回。安全なところに。ごめんなさいごめんなさい。ここが3階なんじゃないの？遺体が見つかったと。高山税明王院。
はいということで埼玉県にある姿の池決まりましたけども、ハムさんいかがでしたか？いややっぱり、まあ、もちろんねはい伝わってきてるものもありますし、はい僕は実際に体験をされた方の話も聞いてるので、うんここはやっぱり異質な場所だなと思ってたのに、そこで声を聞いたとか言い出すので僕が怖かったです。怖がってしまいますもんね。怖いですね怖いですよね。はいすみません。いやでもやっぱりその何でしょう、未知の世界というか、はいそういったものの怖さをひっくるめてなんでなんだろうとか不可解を楽しめるっていうのがやっぱり僕は肝試しの醍醐味だと思って肝試しソムリエをやらせていただいておりますので、感謝です。一緒に買ってくださって本当ありがたいですね。とんでもないです。こちらこそです。ありがとうございます。声なんだったんだろうなって感じです。本当に私はもうさっきの話聞いてもう鳥肌すごかったんですよ。足元からすごかってきて本当に驚きました。ということで何か映ってたり聞こえたらぜひコメントの方よろしくお願いします。はい、お待ちしてますんで、もしかしたら私たちは聞き取れない声とかも映ってるとか聞こえたりするかもしれないのでよろしくお願いします。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。なるほど、なんかすごいですね。そんな普通に